こんにちは。イラストレーターの布丸です。今回は先日あげたこちらの動画、このイラストの塗り途中から仕上げまでの解説をしたいと思います。で、この2つの動画の続きなので、途中からじゃわかんないよって方いらっしゃったらこちらから見てください。概要欄に貼っておきます。早速塗りに入っていきます。今回の塗りは前回もお話しした通り、他のツイストファンアートと同じアナログのような筆跡が残るタッチにしたいと思います。塗りに使用したブラシは主にこの3つです。主線も水彩塗りも厚塗りも1本でできる怠け者ブラシと柔肌ブラシとブラシツールです。怠け者ブラシは細かいところを塗るときに使っています。で、柔肌ブラシは面積が広いところとか、あとは肌の部分に使っています。ブラシツールはグラデーションするときに使っていますって感じで使い分けてます。新規レイヤーを作って下地のレイヤーにクリッピングして塗っていきます。クリッピングとは前回もお話ししましたが、下のレイヤーの描画部分にのみ描画できる機能です。まずほっぺとか唇とかに赤みをつけます。上段レイヤーです。塗った後に色が濃すぎるなと思ったらレイヤーの透明度下げたり、あとは上のタブの色調補正のところにある色相サイド明度っていう機能を使って調整します。今回なんか汚い色になってしまったので、サイドのゲージを上げて色相を左側に動かして黄色っぽかったのを赤っぽくしました。この先はエフェクトのレイヤーフォルダを表示したまま塗り進めていきます。スポイトの設定をレイヤーから色を取得にしておくと、下地から色を拾って影色を作れるので便利です。で、まず1影を追上レイヤーで描きます。レイヤーの位置はほっぺのレイヤーの下です。で、次に1影より薄い影を塗ります。今回は首のところが奥まって見えなかったので、ここにも影を置きました。腕のところもなんか硬い物体みたいになってしまったので、グラデーションになるように薄い影も入れました。次に1影より濃い色で1影の縁を塗ります。で、肌塗りが終わったら自分はすでに目を塗ってしまいます。目の塗りに合わせて周りの肌の塗りも調整したいからです。あと、塗り始めて自分一番モチベーションが高いので、高いうちに一番書き込みが必要な目を描いてしまいます。モチベーションコントロールは大事です。まつげのレイヤーに直接書き込んでいきます。目尻と目頭に暗い肌色を入れます。まつげも書き加えます。まぶたの線が肌色に馴染むように変更しています。瞳の塗りに入ります。下地にクリッピングして瞳の上の方にブラシツールで黒い色でグラデーションをかけます。その上にスクリーンレイヤーを使って瞳に映り込んでいる光を描き入れました。反射の色は僕は青色から紫色のどれかを使うことが多いです。奥の目に映り込みを追加しました。スクリーンレイヤーで青っぽい色を使っています。この絵は絵の奥の方が明るくなっているので、奥の目を手前より明るくしています。肌の色が気に入らないので、色調補正レイヤーを使って色味を変えました。色調補正レイヤーとは、さっき使った色調補正の効果を回のレイヤーすべてにかけられるレイヤーのことです。レイヤータブの新規色調レイヤーの作成のとこから使うことができます。今回はこのカラーバランスという機能を使って黄色みを消しました。次に髪の塗りに入ります。筆は主線も水彩塗りも厚塗りも1本でできる怠け者ブラシをメインに使っています。それとクリスタにデフォルトで入っている水彩毛質を使って毛っぽい質感を出しています。水彩毛質のブラシは毛の束みたいなブラシなんで、情報量が増えて毛っぽくなるかなと思って使ってみました。
まずエフェクトのところで描いた光のレイヤーを描き込みます。ここからは肌と同じです。1影を定山で描いて、1段暗い色で縁を塗ります。これらの影は全部1つのレイヤーで描いています。今回2影も塗ります。次に追上レイヤーで肌透けの色をのせていきます。使っているブラシはやわ肌ブラシです。影が消えてしまわないように影に沿って色をつけます。スプレーでグラデーションもかけます。今オーバーレイになっているんですが、後からスクリーンレイヤーに変更しました。これだけでは頭全体の立体感、頭部の球体の立体感が足りないと思ったので、定山レイヤーにブラシで黒い色を置いて影を作ります。で、全体的に色黒っぽくて汚くなってしまったので彩度を上げます。髪の下地のレイヤーをコントロールキーを押しながらクリックして髪の選択範囲を作ります。で、新規レイヤーを逆光の定山レイヤーの上に作って彩度の高い黄色で塗りつぶしてオーバーレイにします。あまり彩度が高すぎても変に浮いてしまうので透明度を下げました。今回は 14% にしました。空気感を出すために効果レイヤーの上に青色をのせました。通常レイヤーです。次に服を塗ります。今回の絵では服はあんまり目立たない構図なので質感の書き込みとかはしてないです。肌、髪と同じように1影を置き、その縁を濃い色でなぞり2影を描きます。この3ステップでシワを描きます。なんか黒くなりすぎたので逆光の定山レイヤーの上にスクリーンレイヤーをのせて光が当たる部分を描きました。白い服に灰色の影のせるとすごく重たくて汚く見えてしまうのでオーバーレイで影にほんのり色味をつけます。耳は耳の形を意識しながら塗ります。毛で覆われている表現をするときに全部を毛で描くとイラストの作風に合わない、なんかすげえリアルな感じになってしまうので光が当たる端っことか影の境目とか部分的に毛を描いてデフォルメしています。塗りが終わったら線画調整の工程に入ります。線画は基本すべて定山レイヤーにします。顔以外は定山レイヤーにしてます。線画のレイヤーフォルダを通過にするのを忘れないでください。紙がかかってる顔パーツは上から紙と同じ色で塗りつぶして透明度を下げてます。線画の色を変えて目立ちすぎないようにします。特に肌とか明るい色の部分は線画が悪目立ちしないように気をつけます。これも塗り漏れがあると線画を定山にした時に綺麗にいかないので黒い下地が必須です。あと服の線画がヒョロヒョロに見えたので線画を太くしました。エフェクトレイヤーよりも上に新規レイヤーを作って細かくハイライトを描き込んでいきます。遅れ毛みたいな毛を適度に描くと動きのある紙になります。あとはハイライトの線画が不自然に切れちゃってるところとかを調整します。そして次は最後の仕上げ、加工に入ります。今回の絵で加工でやったことは5つです。まず1つ目が色味の調整、2つ目がグロー効果、3つ目がぼかし、4つ目が光の粒を描く、5つ目がレンズフレアをかけるです。おいよー、多いけど頑張って一つ一つ順番に紹介させていただきますね。まず色味の調整です。全体を見てちょっと影が濃すぎるなと思ったので逆光の定山レイヤーの透明度を下げました。目が暗すぎるので逆光の定山レイヤーにクリッピングしたレイヤーで白色をのせます。ラフの花びらの位置が気に入らなかったので花びらを再度描いてガウスぼかしでぼかしてピントを外します。次にグロー効果を使います。グロー効果とは光を放っているように見せる効果です。まず表示レイヤーのコピーを統合します。これを色調補正のタブにあるレベル補正というツールを使って
ここの矢印をこっち方向にグイグイグイってしてこんな感じのレイヤーに調整します。それをガウスぼかしでぼかしてスクリーンレイヤーにします。すると白いところが特に眩しいって感じになれます。グロー交換についての動画いつか作ってみたいですね。いろんなパターンで応用して検証してみたいです。僕は知りたいので研究していつか動画作りますね。次に30のぼかすです。ぼかしツールを使ってピントが外れたような表現をします。表示レイヤーのコピーを統合します。クリスタにデフォルトで実装されているぼかしツールを使います。こっちが初期設定でこっちが自分が調整したペン設定です。奥にあるものをぼかします。ボケ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 。顔周りの髪の毛は本当はそこまで奥の方にはないんですけれども、ぼかすと顔とのコントラストができて顔が際立つのでおすすめです。ボケ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 。そして今回もっと柔らかい雰囲気の絵にしたかったのでさらに全体をぼかします。さっきのレイヤーを複製してガウスぼかしを 11.33 ぐらいかけます。ぼかしたレイヤーを透明度 36% にします。で、マスクをかけて顔周りを消します。こうするとさっきより柔らかい印象になりました。そして40光の粒の描画。この衣装は花冠がメインなので目立たせるためにお花の白いところに十字の光を入れます。光の粒はクリップスタジオアシストからダウンロードできるちょいのせきれいブラシを使わせていただいております。いろんな色の光の粒を描きます。そして最後にレンズフレアを入れます。こちらはネットからダウンロードしたフリー素材です。私が実際に使っているものは今ダウンロードできなくなってしまってるみたいなんですけれども、クリップスタジオアシストの方にもレンズフレアのフリーで使わせていただけるのはありますし、ネットでレンズフレアフリー素材とか英語でレンズフレアフリーとか入れて検索するとたくさん無料で使えるものがあるみたいなので探してみてください。で、これをスクリーンレイヤーにして一番上に重ねます。完成です。最初に頭の中でイメージしたのに近いイラストにできたなぁと思います。イベント頑張って走りましょうね。絶対手に入れるからね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。これからもどんどんメイキングや解説をしていきたいと思っているので応援していただけると嬉しいです。ではまた、ののまろでした。